これまで貧乏な生活が長すぎたんですかね。この間、回らないお寿司屋さんに行ったら、精神的なものから来る腹痛が起こりました。大変です。本日はとてもめでたい動画ですね。先日の10月26日やったかな、チャンネル登録者がですね、10万人を突破いたしました。おめでとうございます。一応僕の2017年の目標として掲げていたのが10万名様突破やったんですけど、それの祝杯というか、やったぜっていうのと、あとすごい個人的なことなんですけど、本日11月25日が僕の25歳の誕生日なんですよ。一応僕の誕生日も一緒に祝おうかなと思いまして、今日はとてもスペシャルなものを作っていこうかなと思います。ですね、僕育ちはもうずっと福岡なんですよ。24年間、5年間。ただ僕が生まれたのは長崎の壱岐なんですよ。そこの壱岐ではですね、なんかお祝い事とか、結婚式とか、それこそ誕生日とか、そういった時にウニ飯を食べるんですよ。で、僕もちっちゃい頃よくばあちゃんが作ってくれてたウニ飯を食べてたんですけど、もうまさしく今日はウニ飯だろうと思いまして、僕のばあちゃんの味で今日はお祝いをしていこうかなと思います。ウニ飯とは何ぞやというと、簡単に言うとウニの炊き込みご飯なんですよ。ただうちのばあちゃんはウニとサザエを一緒に炊き込むんですよね。だからサザエとウニの炊き込みご飯みたいな感じですね。で、今日はそこにウニをたっぷりと敷き詰めて、かなり豪勢なものを作ろうかなと思います。いやー楽しみですね。どうしよう、俺大丈夫かな体。まあいっか。じゃあ今日も作っていきましょう。こちらが今回使っていくサザエですね。で、サザエをさばくときに、なんかこういった器具があるとすごく楽なんですけど、もちろんないご家庭もあると思いますので、そういう時には、スプーンのここなんかでも全然簡単にさばけますね。なんだったらハサミでもいいですもんね。ではこちらをさばいていきます。はい、というわけで今、こっちが頭。で、内臓系の尻尾。で、殻ですね。で、こっちの頭と尻尾の処理をしていきます。続いて尻尾側の処理ですね。ちなみに、この尻尾の方が白いのがオス、黒い方がメスですね。一般的にオスの方が美味しいって言われてて、メスの方が苦味があるって言われますね。あんまり僕違いがわかんないですね。で、あとは砂とかが入ってるここら辺を、外していきます。外し方は僕は大体手ですね。はい、というわけで今こんな感じですね。今回具材として使っていく分がこっち。で、こっちに尻尾。で、こっちに紐をですね。紐というかビラビラかな。普通このビラビラって普通みんな廃棄するんですけど、僕は結構好きなので、今日の夜食ですね。刺身でいきます。ではこちらの下処理をしていきます。逆向けが痛い。
ではご飯を炊いていきます。では本日のメイン食材を発表します。ウニ飯に使う方は粒が揃ってない方ですね。ではご飯を仕上げていきます。はい、どうも、タイニャンです。これからですね、本日のメイン食材であるウニの映像がバッと流れます。集合体恐怖症の方は、下に書いてある時間までスキップをお願いします。では参ります。はい、こちらが今回使っていくウニですね。さっきが炊き込む用で、こっちが上に盛り付ける用ですね。こっちに関しては粒が残ってる方をチョイスしました。ではこれから盛り付けに入っていこうと思います。はい、これで、ウニ飯丼の出来上がりです。というわけで無事に完成しました。禁断のウニ丼。いや、今回はすごいものが出来上がりましたね。多分今、ウニ好きの方はもう発狂してて、集合体恐怖症の方はもう多分絶叫してると思うんですけど、いや、僕こんな贅沢していいんですかね。なんかちょっと自分が不安になるっていうね。で、今回僕が用意した今回のウニがですね、ミョウバンを使ってないので、盛り付けて今30分ぐらいだったんですかね。どんどんとウニが溶けてきてるんですよね。では早速、いただきます。の前に、ちょっと祝杯をあげてもいいですか？ビールもいいかなと思ったんですけど、てかビールもあるんですけど、その前にまずこちらを。今日はシャンパンでいこうと思います。正確にはシャンパンではなくスパークリングワインなんですけど、そんなシャンパンを変えるほどの財力はないっす。大丈夫、穴は開いてない。ちょうど10月26日がですね、僕が YouTube 始めてからちょうど9ヶ月ぐらいやったと思うんですよ。これまで本当に色々と迷走しながらやってきましたけど、皆様に伝えられてなんとかここまでやってこれました。いや、もちろんここで終わるつもりもないので、まだまだチャンネルを大きくするためにも皆さんの力をお借りできればなと思います。とりあえず1個の区切りとして10万名様突破で乾杯といきましょうか。あと誕生日も、皆様本当にいつもありがとうございます。では、乾杯！いや、この一杯は染みますね。いろんなことを思い出しますね。いや、まだまだ頑張ろう。いつかこのスパークリングワインではなく、いつかシャンパンを開けれるくらいまで大きくなりたいですね。じゃあ食べていこう。てかこれやばくないですか？これマジやばくないですか？もう溶けてるもんね、ウニがとろっち。オケがでかいけど伝わるかな、このブリブリ加減。あ、うめえうめえ。あ、やっぱウニうまい。やっぱ誕生日っていいねうまっ。あ、これ全然いらん。これお醤油もいらんわ。あ、で、今回ウニ2キロ使ってますもんね。ウニ飯とこれで全部で合わせて2キロですからね。なんと贅沢な。あ、うめえ。あ、もうね、ミョウバン臭さがないですもん。ただ純粋に甘い。うまい。もううまい。うめえ。じゃあお次は僕のばあちゃんの味。ウニ飯。
昔は本当にようばあちゃんが作ってくれてたんですよね。ほんと贅沢と思いますけど、朝ごはんがこのウニ飯のおにぎりやったんですよ。わあ、懐かしい香りがする。ばあちゃんの匂いがする。すげえ懐かしい味がする。あー、うまっ。磯の香りと、あとサザエの貝の香りと、で、このウニの甘さと、やばいね。やっぱやばいね。この上ない贅沢ですもんね、ウニ飯って。こんな食べ方したら怒られんから大丈夫かな。あー、YouTube 頑張ってきてよかった。まっ。ちなみに、今回のウニ仕入れるにあたって、前に僕がお寿司の公開収録というか、お寿司200貫チャレンジ ?202 貫チャレンジの公開収録でお世話になった元気寿司クロちゃんさんの全面協力なんですよ、今回。なかなか僕個人だとこんなにいいウニは仕入れられないんで、せめてもの宣伝をと思ってここに並べときますね。いつもありがとうございます。サザエ来た。あー、サザエいいね。サザエの食感がいいですよね。今回そこまで火を通してないので、縮むってこともないし、食感が悪くなってもないので、とにかくうまい。サザエとウニがうまい。やばい、もう今日すっごい幸せ。こんなご飯食べれるなら毎日誕生日迎えたいですもん。本当に好きなんですよね、僕。いやー、うまい。マジでうまい。もうたまらん。また来年もやろう。絶対やろう、誕生日。1年に1回やから痛風は気にせんでいいでしょ。まあ、僕はあれだ。肉より魚派だ。まあこれ魚ではないけど。いや、やっぱ、スパークリングワインってそんなグビグビいくもんじゃないですね。軽く酔っ払ってきましたね。ちなみにあと半分ですね。もうただただうまい。もうほんとただただうまい。ずっとうまい。もうずっとウニ口の中って感じですね。ちなみに断面がこんな感じですね。わかりますこのウニの層の厚さ。だって上だけで 1.5 キロですからね。いや、マジでうまいわ。やっぱウニは正義だわ。まあ、僕のその今の気持ちとしては、もうこのウニをドロドロのペースト状にして、動脈から入れたいぐらい美味しい。もう全然意味わからないですけど、そういう感じです。もう今日酔っ払っていいや。誕生日やし。じゃあ残り半分。もうウニが溶けちゃうんで、時間が経つと。溶けちゃう前に食べちゃおうと思います。やっぱビールはうまい。はい、というわけで残り4分の1ですね。いやもうほんとあっという間。多分今、収録始まって30分ちょっとぐらいかな。秒で消えていきますね。なんか今、完食間近になってきてつくづく思うのが、これ完食し終わったらしばらくウニ食べれんのかと思ったらすごく寂しくなりますね。ちょっと残してきゃよかったな、ウニ。で、本当はもっといろいろとお話ししたいことはあるんですけど、さすがに冬とはいえ生ものなんでちょっと怖いので、まずはパパッとラストスパートかけて完食までいこうと思います。で、そこから先少しお話できればなと思います。ではいつものやつでいきましょうか。よっしゃー、ラストスパート。てて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 て
てて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 つってじゃあラストごちそうさまでした。いやーマジでうまかった。で、今回のウニのこの仕入れというか、これに協力してくださったもう軍血寿クロちゃんさんにもう感謝ですね。前に5万名様突破記念の時にどうやったらタニヤンさんに会えますかってコメントもあったんですけど、多分今福岡で一番僕が現れる確率が高いというか、出現ポイントとしては今クロちゃんさんですかね。もしお会いした時は気軽に声をかけてください。でもやっぱウニ飯はうまい。本当今回のウニ飯が食べれたのはもう本当皆さんのおかげですからね。本当皆さんからのコメント欄での応援コメントとか、あとグッドボタンとか、あとチャンネル登録とか、そういったところが僕の今の動画投稿の活力源というか、モチベーションというか、まだまだ頑張ろうって思えるからですね。今後ともなんとか応援していただければいいなと思います。そのためにも僕もまだまだ料理の腕を磨いていかないかんし、もちろん僕も一大食い選手なので、もっと強くっていうのはもちろん思ってますけど、でも今それ以上に皆さんがなんでしょうね、一日の仕事が終わった時の晩酌タイムとか、学校から帰ってきて布団の中でなんとなく見る動画の一個として、皆さんがちょっとでも料理のテンポとか、お酒を飲んでるところとか、そういったところを見てもらって、気持ちいいなって思ってもらえるような、そういった動画を今後ともご提供できればなと思ってます。僕自身が結構毎日お酒を飲むので、一人っきりで。だからその時に晩酌動画として見れるものってなかなか少ないよなと思ってたんですよね。誰かと一緒に飲んでる気持ちになれる動画というか、僕はそういったものがご提供できればな、なんて思ってます。まだまだ完成度は低いですけど。一応今回で銀の盾をいただけるっていう感じになるとは思うんですけど、僕としてはここで終わるつもりもないので、どうせなら男なら金取りたいからですね。そこまではまだまだすごく遠い道のりですけど、なんとか皆さんの力もお借りしながら、これからも頑張っていければなと思ってます。いや、なんか違う。こんなしみったれた感じになるのやだ。では今後ともどもよろしくお願いします。では改めまして皆様本当にいつもありがとうございます。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。